手紙ありです。皆さんこんにちは。急に暑くなってきましたね。さて、こちら、ストライプティーズソックス、完成しました。ようやく完成しました。エピソード 2？ エピソード2だっけで、この、すごい面白いフリーパターンがあるよって紹介した中の一つのストライプティーズソックスなんですけど、これデザイナーさんに聞いたら、ざっくりした説明動画作っていいよって許可もらえてたので作ってたんですけど、ちょっとなんかいざやってみるとどこまで説明しようかなとかいろいろ考えちゃって結構時間かかっちゃいました。で、今回のこの説明動画は私の動画だけ見れば編めるっていう感じには作ってなくて、趣旨としてはこれ英文パターンしかないんですけど、英文パターンがそんなに得意じゃないとか初めて挑戦するっていう人でもここだけ押さえればなんとかゴールできるんじゃないかなっていうポイントに絞って説明している動画になります。で、いくつかのポイントを説明してるんですけど、大きく分けると、4つに絞ってお伝えしてます。一つは、作り目の目数について。で、2つ目は、このかかとの部分、かかとから足の裏のストリップを編んでいくときの広い目について。で、3つ目が、かかとも編めて、足の甲の部分のストリップも編め、最後の一列のストリップを編む時の広い目について。で、最後4つ目のポイントが、つま先のところの、減目するんですけど、つま先の減目について説明しています。それではまず一つずつ説明しようと思うんですけど、最初の一つ目、作り目。この作り目の目数がですね、結構大事なポイントでして、簡単に説明すると、6の倍数にしてほしいんですね。で、靴下編み慣れてるよっていう方は、自分サイズになる針の号数と目数っていうのをだいたい把握していらっしゃると思うんですけど、そのいつも使う目数に一番近い6の倍数プラス6目で作り目を作ってください。なんでプラス6目かっていうと、最後のつま先の減目のところでそれがわかると思うんですけど、英文の解説を読むと、これって何のことなんだろうってちょっと考えちゃうんですけど、とにかく自分のいつも使っている靴下の目数に一番近い6の倍数の目数プラス6っていう風に考えて作り目の目数を決めていただければいいと思います。そして2点目から4点目までは手元の動画にしてありますので、そちらをご覧ください。それではどうぞ。ヒールフラップを編んでガセットまで編み終えたところです。で、ざっくり口で説明すると、
このヒールフラップの端、滑り目にしてる部分から、このストリップの幅の目数を拾って、1列。で、こっち側の端も拾って1列。で、ヒールフラップの拾ってない余った目数とガセットのこの目数で、全部拾ったものを減目していって、最終的にこの幅にして、2列目をこの幅にしていきます。拾い目の仕方が初めて出会ったやり方で、英文に慣れてないと多分ってなっちゃうと思うので、ここを編みながら説明したいと思うんですけど、この1列の幅決めたじゃないですか。キャストオンした時の目数から換算して、この幅の目数を決めたと思うんですけど、まず、こっち側の目数を取るときは、1列目のカフから始めた1列目と同じように、目を6等分した目数プラス1拾わないといけないんですね。で、今、このガセットが終わったところから、編み地を裏に見た状態で、まず拾い目していくんですけど、結論から言うと、この滑り目並んでる一目飛ばしに一目、三目、五目っていう風に拾って編み地を返して飛ばしたところをまた拾いながら戻ってストリップスの幅の目数分拾うっていう形になります。で、ちなみに補足で説明しておくと、私の場合は、ヒールフラップの幅が、ちょっと細くしすぎたので、拾える目数が結果足りなくなってしまったので、パターン通りではなく少しアレンジしちゃってます。ですが、説明では一旦パターン通りの拾い方で拾っていこうと思います。では、で、もう一つ補足なんですけど、ここで私糸を切ってるんですけど、こういう風に配色を入れてる場合は糸を切らなきゃいけないんですけど、ずっと同じ糸で編んでいく場合には一度も糸をハサミで切る機会はないです。その意味でもこれはすごい面白いし、いいパターンだと思います。で、ちなみにこのヒールフラップの編み方、本当ならばこちらが表になるんですけど、私はあえて裏が表になるようにアレンジして編んでますので、そこはご了承いただければと思います。では、拾っていきますね。で、ヒールフラップの一目目をまず拾うんですけど、ここでちょっと注意してほしいのが、このガセットを編み終わったこちら側の滑り目って、ガセットの一目が、ここにあるんですよね。なので、本当は、ここから、拾うのはここからになります。これはガセットの分。ヒールフラップの一目目は、ここになります。で、ここをまず編み地を裏にして拾っていくので、裏目を編むように一目拾います。で、ここは飛ばして、次のここを拾います。
裏編みのように1目で、また1目飛ばして1目拾う。この繰り返しでヒールフラップの拾えるところまで拾ったら、最後に1目余ると思うんですけど、これも拾います。はい。そして最後まで拾い終わったら、今度は編み地を裏返して、まず最初の2目を滑り目、そして行きで飛ばした目を拾い、拾った目は滑り目して、このように進んでいって、この右針にかかっている目数が、カフから始めた時の1列目と同じ目数分になるまで拾っていきます。そうすると、パターン通り、もしパターン通りのヒールフラップの段数で、編んでいってる場合は、ヒールフラップの拾い目が途中になるはずです。ヒールフラップのところから足の裏のストリップを1列編んだところです。で、2列目はさっき説明した通り、このガセットの目とプラスヒールフラップでまだ拾っていない拾い目を拾って両側からこっちで拾っていない目を拾ってガセットに続けて、でこちらサイドで拾った目の、プラス1の目数をこちらから拾います。で、ちょっと今私はちょっとヒールフラップをこのストリップの列ギリギリの段数にしちゃったので、ちょっとわかりにくい説明になっちゃうんですけど、このね、本来ならばここにちょっとまだ拾っていない目が余ってるはずなんです。で、しかも、行きで1個飛ばしに拾っていってるので、ここをまず飛ばした目を拾いながら、さっきこのストリップの目を拾う時と同じように拾っていって、でこちらに続けていって、こっちもこっちはそれにプラス1の目数を拾うんですね。で、なぜプラス1かというと、パターンの一番ここのカフから始めるときに、1列目は、このストリップの目数がカフの目数を6等分した目数プラス1で始めたと思うんですけど、ここも同じなんです。この足の裏のヒールフラップから拾う1列目も6等分した目数プラス1されているので、そのプラス1されているので、その分こちら側では2列目の拾い目が1つ多くなるっていうことになるんですね。で、英文の説明だとなんか算数の漢字も入っていて、だいぶ頭が混乱するかもしれないんですけど、まあ簡単に言うと、ここの余ってる目、両サイドからここの余ってる目と同じ分をこっちも拾って、でこの分を両サイドで減目していって、最終的にこのストリップと同じ目数に持っていくっていうことなんですね。で、減目の仕方はパターン
に記載されている通り進めば大丈夫なので、やってみてください。一気にあと1列のところまで進んできました。ここまでで補足しておきたいのは、まずかかとのところでこちら側の拾い目は、まず編み地を裏にした状態で、こちらから滑り目を一目ごとに拾ってきて、で、編み地を返して、今度はこちらから飛ばした滑り目を拾いながらという風に拾ってきたと思うんですけど、反対側のこっちのかかとはそのやり方ではなく、シンプルにこっちから滑り目を順番に拾っていくっていう形で拾い目をします。そして、足の甲側の列はもう特には言うべきことはないですね。これはパターン通り編めばすんなりいけると思います。で、最後なんですが、最後の列は他の列より一目少なくなっています。っていうのは、編み始めの1列目で一目多かったと思うんですね。なので最後の列は一目少なくなっていると思います。そして、最後にちょっと英文の説明が長くなっていて、英文パターンに慣れていない方はまたってなるところがあるんですけど、それはこの最後の列の最後の列、この列が終わってこっちの拾い目をしてカフの休み目につなげて、もう片方の側のサイドの拾い目ですね。これで全体が筒状につながっていくというところです。ここの拾い目はここのかかとでヒールフラップの拾い目と同じく、まずは行きで往復に拾っていく形で、こう行くときに滑り目を一目飛ばし1個拾って、次は3目目で5目目という風に一目飛ばしに拾っていって、かかとのところもずっと続けて、でつま先のところまで来たら編み地を返して、飛ばした滑り目を、元に戻りながら拾っていくというプロセスになります。かかとのところでもやったので、もう要領は心得ているかと思いますが、ちょっとやってみますと、かかとと違うのは行きが編み地の表から来るところですかね。で、この靴下の注意点としては、最終的にこの最後の1列目を編むときには、こちらの列のエッジから拾った目と、カフの列の幅にあたる目数と、そしてもう片方のサイドの拾い目が一つの輪針で編む場合は、さらにここの部分、最後つながるつま先の部分も含めた目数が針に乗ることになるので、結構長いコードが必要になると思います。私は今80センチぐらいのを使っています。
で、拾い目をしていきます。1目目これですね。1目目を拾ったら、次の目は飛ばして3目目を拾う。そしてまた1つ飛ばして5目目を拾うという風に1目飛ばしでまず拾っていきます。今、行きの拾い目が終わったところです。それでは今度は編み地を返して一つ飛ばしに拾ってきたので、飛ばしたところを拾った目は滑り目しつつ、飛ばした目から拾い目して戻っていきます。で、私は最後が拾い目で終わらなかったので、一番最後の目を拾ったので、はじめ2つ飛ばし目することになりますが、それはストリップの段数によって変わってくると思うので、個々に調整が必要な部分かなとは思います。で、今、1目目、2目目来て、飛ばした目のところに来たので、ここを裏目を編むように拾い目します。そして、行きで拾った目を飛ばし、で、また飛ばした目に来たので、これをまた裏目を編むように拾います。このようにカフのところまで戻っていきます。往復に拾い目が終わったところです。こっちの拾い目はこう進んできた時のこっちの拾い目の数より一つ少なくなっています。っていうのは、こう往復に進んでいって、最後のこちら側の滑り目が針にかかっているので、それで1個少なくなるんですけど、まあそれは考えなくても大丈夫だと思います。とにかく、こちら側サイドの拾い目よりもこちらの拾い目が一つ少なくなるということだけ覚えていれば大丈夫だと思います。そして最後はこの両サイドをつなぎながら往復に編んでいき、ここまでたどり着いたら、足のつま先を編むという流れになります。つま先の直前までできたところです。最後の一列が終わったら、この位置にあります。足の甲側の最後の列のここですね。ここです。つま先のセクションで注意しないといけないのは、編み始めの一周と一周終わって、編み始めの位置が変わるところだけですね。まず編み始めの一周なんですが、この時点に来て、カフのところでキャストオン作り目した目数になっていると思います。で、ここで一周
編みながら、このね、この広い目したサイドのところ、ここと、あと次のストリップの1目目、ここを合体していくんですね。で、最終的につま先に入るときに、このキャストオンした目数から6目少ない状態で始まることになります。で、やり方なんですが、まず、一番最後の列のここだけ違います。ここだけ、この最後のストリップの滑り目の方の目が上になるように、右上2目一度押します。そしてそれ以外は全部、左側のストリップの滑り目が上になるようにするので、左上2目一度、これを1、2、3、4、4回、5回やることになります。じゃあやっていきますね。まず初めのストリップでは、端まで来たら、このストリップと次のストリップの最初の目を合体するので、右上2目一度です。ここだけ2目、右上2目一度。それ以外は左側のストリップの編み始めの目を上にするので、左上2目一度になります。はい、ここでは左上2目一度ですね。このようにして一周進んでいって、作り目の目数から6目減ります。このつなぎ目の部分を2目一度していって一周終わったところです。で、つま先のセクションでもう一つ注意しないといけないのは、次に編み始めの位置が変わることなんですけれども、一周終わった段階で、ここにいると思います。足の甲側の真ん中のストリップの右端。で、ここから編み始めの位置を足の裏側の真ん中のストリップのセンターの位置まで変わります。なので、私の場合は、この目数が、ここのセンターの目数が、10目なので、ここですね。ここまで持ってきて、ここから編み始めになります。そしてつま先の編み方は、一般的な靴下でもよく使っている、サイドのところでだんだん減らし目していって、こういう丸いフォルムを作っていく編み方になります。皆さんいかがでしたでしょうか？今回の説明は、私が実際にこのストライプティーズの
英文パターンを読み解きながら編んでいくときに、英文が難しいって思ったり、あと、計算が難しいって思ったりした部分にポイントを絞って解説してみました。このパターンはですね、やってることがそんな難しい技法とか使ってなくて、本当になんか発想が面白いんですね。ただ、やっぱり自分サイズに目数を調整する必要があって、その目数を調整するっていうことがパターンの中で計算をしないといけなくて、それが結局難しいなって感じる要因だと思うんですよ。なんで、そういうところも含めて、こういう風な仕組みで成り立ってるんだっていうところを、日本語で説明しているものがあったら、きっと、英文パターンでも進めやすいかなと思って作ってみました。なんで、ご興味持たれた方はぜひ、こちらの英文パターンフリーなのでダウンロードして、私の動画を、日本語の補助的な感じで使っていただけたらいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いできますように。さようなら。